それでは開会にあたりまして、本日ご登壇をいただきます皆様をご紹介させていただきます。まずコーディネーターをお務めいただきます関西学院大学人間福祉学部教授の山本隆先生でございます。それから、本日ご講演をいただきますのがロンドン大学政経学部准教授のキティ・スチュワート先生でございます。それから講演会の通訳をしていただきますのは西川由紀子様でございます。それではコーディネーターの山本先生、どうぞよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。今日は連休の日で連休の日にこちらに来ていただきまして本当にありがとうございます。実はキティ・スチュワート先生とお会いしましたのが昨日なんです。で、キティ先生をお招きしたいなと思いましたのが、昨年8月に児童貧困行動グループというものすごく運動団体としては力強くて影響力のある団体を訪問させていただいて、で、いろいろ資料を見せていただいて、で先生のお話主張が実は私ともぴったりでありまして、この方日本に来ていただけたらなと思ったという次第なんですけれども、でその理由については今日の講演でもよく皆さんにお分かりいただけるかなと思います。さあ今日ですね、ちょっとバタバタして私自身がちょっとこう中規模ぐらいの部屋かなとか思ってたんですけども、連休ということもあって授業がないのでこの部屋ができまして急遽移動ということで大変ご迷惑失礼しております。それで、ちょっとまた今日もお願い事が多々ありまして、先生が非常にこう熱意を持ってたくさんお伝えしたいということでややボリュームが多めになっております。でちょっとどこを割愛しましょうかというのは、ロンドンからここまで十何時間も来ていただいてそんなもったいないことできませんので、今日は2時から4時半までですけどもフルに先生の思いを伝えていただいて我々は学んで帰るということで、質問はできないんですかということなんですが、こちら会場5時半まで使用可能だということですので、もしお残りいただけるんでしたらお答えさせていただきたいということと、もうすでに4時半で次のスケジュールがあるという方はご質問をちょっと残しておいていただければ、その回答を後ほど用意させていただけるかなというふうに思っております。すいません、勝手なことばっかりしておりますけどよろしいでしょうか。それからちょっと内容が難しいなということもあるかもしれませんので、ちょっと真ん中で休憩入れさせていただきます。ということで、もうパワーポイント画面出ておりますけれども、ちょっと英語っていうのは先生が今自分どこ喋ってるのか分かりませんので、パワーポイントは英語なんですけれども、西川先生が通訳してくださったり、今日の資料のところにパワーポイント部分の訳がありますので、英語が嫌やという方はちょっと資料を見ていただければということで、資料とそれから通訳のその説明と、ちょっと忙しいんですけども、という形で、前半後半という形にさせていただきます。ちょっと本人には伝えてほしくないんですけど、とっても素晴らしい内容で、何がかって言ったら日本の方でこういうことを言う方がいらっしゃらないので、皆さん今日来てくださって聞いてよかったなって、貧困問題が焦点がどっか曖昧になって消えてしまいましたので、
で貧困の問題を解決するにはどこが軸になるんですかっていうのを改めて教えていただきますので、ちょっとそのあたりひょっとしたら反対なんだなという方もいらっしゃるかもしれませんけど、またそれは後ほどその反対の理由など4時半以降そういう議論も面白いかなと思っております。すいません、長々と挨拶になりまして、では早速ロンドン大学のロンドンスクール・オブ・エコノミクスといいまして社会政策専門の学部になっておりまして、そこで貧困論の論を取っていらっしゃいますキティ先生、スチュワート先生のお話、ここから始めさせていただきます。Thank you. 皆さんこんにちは。私はキティ・スチュワート先生です。I'm sorry, that's all of the Japanese that I can say. This is my first trip to Japan, so I'm very excited to be here and looking forward to learning a lot about the situation regarding child poverty in Japan. すみません、日本語をこの辺にさせていただきます。今回日本に来るのは初めてです。なのでとてもワクワクしております。子どもの貧困について皆様とご意見を交換していきたいと思っています。I'd like to thank Professor Yamamoto for inviting me and all of you for being here today, especially on a holiday. I'm afraid I hadn't realized that you would be here on a holiday day. 山本教授、改めてご招待いただきましてありがとうございます。また祝日にもかかわらず参加くださいました皆様にも感謝申し上げます。So, what I want to do today, I don't know how to move on. Okay. So, I would like to start by talking about what we mean by poverty in the UK. Maybe this is obvious, but I know it can be different in different countries. まずはじめに、貧困とはどういうことなのかという英国での定義についてご説明したいと思います。Then to talk a bit about why child poverty matters, which I think, again, probably for this audience will be very self-evident, but certainly in UK debates we sometimes have to make this argument and explain why this is important. 次にどうしてその貧困が重要なのかということに触れたいと思います。皆さんにとっては当然のことかもしれませんけれども、イギリスで議論する際にはまずそこから始めないといけないケースが多々あります。And then I want to talk through what has happened to child poverty across 4 decades, 3 different administrations, 3 different types of government. その子どもの貧困について過去40年の変遷を振り返りたいと思います。40年を大きく3つのフェーズに分けられると思っています。I'm going to take this long view because we've seen really big changes in policy and in poverty over this period. So I think it really helps to show that policy really matters, it makes a difference. この40年で政策も大きく変わってまいりましたし、その貧困レベルも大きく変化がありましたので、改めて振り返っていきたいと思います。So it's a story about the UK, and in that sense it's quite depressing where we end up, but at the same time I think it's a story about the importance of policy, and in that sense I hope it's of more general interest. 今のイギリスの現状というのはとても残念な状況というのが正直なところなんですけども、だからこそ政策がとても重要だと言えます。So let's think about what we mean by poverty in the UK. So I'm understanding poverty to be insufficient material resources, so financial, economic resources, to meet one's needs as a family. まず最初に貧困とはどういうことなのかということですけど、私の中で定義は貧困とはニーズを満たすためにの物質的資源が不十分なことです。So sometimes now, when we talk about poverty, we mean many different dimensions of deprivation, including health, education, and I think those are very important, but I want to focus today on income and material resources. 貧困の、いろんな面があると思いますけども、健康の面、教育の不足などありますけども、本日は所得の貧困についてフォーカスを当ててお話を進めたいと思います。
in part because of the importance, which I'll come on to, and also because this is something that government can actually quite easily, they have policy levers which mean they can quite easily affect income poverty. 所得についてお話しするのはやっぱここを、詳しくやることは、政府が簡単に介入できるところでもあるからです。Now, if poverty is insufficient resources to meet one's needs, it's important for us to understand what needs are. And in the UK and in other parts of Europe, we take a relative concept of needs. 貧困とは、その相対的なニーズがないことなんですけども、ヨーロッパの広くの国ではその相対的な貧困という概念が広く用いられております。By which I mean we understand them as being relative to the average living standards in society. 平均的な生活基準に対しての相対的な貧困という意味合いです。So this is a quote from Peter Townsend, who was a very, very famous social researcher in the UK, focusing very much on the problem of poverty. 社会科学で有名なピーター・タウンゼント氏が貧困のこう定義しております。And his writing on poverty was very influential in moving the UK and indeed Europe more widely towards a relative understanding of the concept of poverty. 彼の定義というのはイギリスでも大変影響力を持っております。So what he says here is that individuals are in poverty when they lack the resources to obtain the types of diet, participate in the activities, and have the living conditions and amenities which are widely encouraged or customary in the societies to which they belong. 詳しくハンドアウトにも日本語が載っておりますけども、食事や社会的な活動、また生活条件が悪いためにアメニティを手に入れることができないといった状態だと定義されております。So this is an idea of needs as being social, not just physiological. 物質的というよりもその社会的な貧困という要素に着目しております。So not just enough food not to starve, clothes and shelter to prevent you from freezing, but rooted in the normal practices of the society in which we live. つまり食べ物や服装、洋服が足りないということだけに限らず、その社会的な基準にのっとった貧困という概念を大切にされております。And across Europe, this is how we have operationalized this concept of poverty. We use a definition which is 60% of equivalized median income. ヨーロッパで、貧困ラインとして設けられていますのは、この10日平均所得の 60% を下回ると貧困ラインを至らないという概念が根付いております。So let me say a little bit more about the important terms there. So by equivalized, we mean adjusted for the household size. イクイバライズ、この10日という意味なんですけども、その家族の人数、規模によって、平準化されるといった意味です。We set the poverty line relative to median income, so the middle income of all of the households in the society. この次のミディアンインカム、中央値という意味ですけども、これはすべての世帯の収入の中央値を取ったという意味です。So it's important that it's the median, not the mean. So if the richer families get richer, that doesn't affect the poverty line. But if the middle family, the sort of average family, gets richer, then that would raise the poverty line. ですからこの貧困ラインの富裕層がより豊かになってもあまり影響はなくて、この中央値の、世帯の所得が大変大きく影響してくる数字になります。Why do we use 60% and not 50% or 70% is a very good question, and I don't think there's a very good answer to it. なぜ貧困ラインがその 60% 以下なのかというのを疑問に思われるかもしれませんけれども、正直申しまして私から答えることはできません。
So many OECD publications do use 50%, and I think in Japan I have seen 50% being used rather than 60%. OECD なども 50% を指標としている場合もありますし、ただ UK では 60% というのが現状です。So the fact that one can choose 50 or 60 tells us that this isn't a magic number below which you are definitely poor and you have £1 more and you are definitely not poor. But it's an attempt to approximate a measure that reflects the idea that the average living standard matters. ですから 50% であれ 60% であれそのラインを超えるか超えないかでその貧困と貧困じゃないという分けられるわけなので、マジックナンバーとおっしゃいましたけれども、そういったその社会の中で貧困か貧困でないかを判断する重要な基準値だということです。So the key strength of such a measure, this is precisely why we design it like this, is that it adjusts automatically. As the society gets richer, the poverty line rises with rising wealth. この貧困ラインを用いることの強みは、この生活水準が変化しても自動的にその指標に反映され調整されるということです。Sometimes this is also given, though, as one of the weaknesses of this measure, because if the median income falls very rapidly, so in the example of a recession where living standards fall, then the poverty line also falls, and you could get a falling rate of poverty as a result. その反面、それは弱みにもなりまして、平均所得が景気後退などで下がった場合に、生活水準も下がることになりまして、貧困ラインも一緒に下がる、そして貧困率も下がるということになるので、弱点であるとも言えます。So if we get falling poverty simply because median living standards are falling, then that's not entirely, there is some sense in that, because if our concept is relative, then if living standards fall, then clearly what people need to live relative to living standards also falls. ですから貧困率が下がったと数値だけで喜んでもう実際のところはその中央値が下がっているということなので、数字だけを見て喜ぶわけにはいかないということです。But there is clearly a question about whether social norms change that quickly. So it's certainly true, I think, that what is normal in the UK or in Japan today is very different than what would have been normal and accepted 20 years ago. 社会の基準というのは、時とともに変わります。日本でもイギリスでもちょっと昔を振り返ると今と比べると違いますよね。So if we think about something like a mobile phone or about access to the internet, these are things that were once luxuries and now are really requirements for full participation in society. 少し前まではそのスマホを持つこと、インターネットに接続できることというのはとても特別なことですけど、今では社会の必須条件になっているというそういったことです。But norms may not change very, very quickly year on year. So if the median suddenly falls from one year to the next, using a relative measure could give us misleading results about what's really happening in people's lives in the short term. しかしその基準というのはその 1年や2年です。急激に変わるものでもないので、その相対的貧困率に着目、Okay, so if there's a sudden drop in すみません、ですから、短期的な指標にばかり一応着目していては全体像が見えないということが言えます。So for that reason, I mean, just having one poverty measure may not be the right way forwards, and in fact, in what we have taken to doing is using a range of different poverty measures. So the relative measure, well, sorry, I'll let you say. ですから、相対的貧困っていうのが一番用いられてますけれども、それだけで見ていては見落とすこともあるということです。So our central measure of poverty is the relative income poverty measure, so below 60% of equivalized median, and most of the results I will give you are based on this measure. しかし本日のプレゼンテーションではこちらの相対的貧困率に基づいた数字をご紹介してまいります。
But we also check that by using in particular two other measures. 研究などを進める上で他に2つ、指標がございまして、そちらも紹介したいと思います。One is what we call absolute income poverty, 一つが絶対的貧困率です。which is 60% of median income in a particular year, and we hold that constant over time, just uprating it for prices. 中央値の 60% なんですけども、その一定の時期に着目して見る指標になります。And the second one is a combination of low income and indicators of material deprivation. 2つ目が低所得とあと物質的欠乏の数値を組み合わせてみる見方です。So in that case, we ask families directly, can you afford the following things? Can you afford a warm coat for your child, 2 pairs of shoes? Can your child have a friend home to tea without it being a problem for the family? 具体的に何々ができない、こういったポイントができない、服が買えないとか具体的な指標を見ていくものです。So under this measure, a family would be poor if they're living below 70% of the equivalized median and they were deprived of a certain number of those items. しかも、平均所得の 70% 以下を貧困としています、その指標では。And then finally, we also use, but it's harder to get data, I haven't got data on this to show you today, but a measure of persistent poverty. So children who are living in poor households in 3 of the last 4 years. 最後に、恒常的貧困という数値、指標もございまして、こちらは過去4年のうち3年が貧困状態にあった子どもが該当いたします。Before I go on to talk about why poverty matters, I don't know if it's maybe if there are any questions about this part of the talk, I'm happy to answer them directly rather than in an hour and a half's time. 次になぜ貧困が大事なのかという話に移ってまいりたいと思いますけれども、ここまでのところでご質問あればどうぞ。ちょっと補足をさせていただきますと、貧困の問題っていうのはものすごく所得収入に英国ではこだわってらっしゃるので、それは収入が把握できているということであるんですけれども、その収入の基準はさっきの10日の可処分所得って言いまして、その中央値ですね。私たちが家族世帯の規模違うんですけれども、どれぐらいの所得を持ってでその中央値からどれぐらい差が開いているのかなというので、先生正直におっしゃいまして、中央値の 60% を英国はそれ以下は相対的に貧困だって規定しています。これは我々はってな感じなんですが、日本はおっしゃいました。日本 50% なんです。で、貧困の単純な比較っていうのは、ここでちょっと日本 60% にしたらすごい数字になるんです。上が上がりますから。っていうことです。ただしこれとて経済変動を受けますので、全体が下がったら貧困も下がりますから、いいやってことになるんですけど、やっぱそうじゃなくて、やっぱりこれは可視化見やすいんですけれども、全体が下がったらもう貧困はいいんだねっていうことではありませんよって、しっかりそこは念をしようとされたということですね。からあと覚えてらっしゃいます、全体的貧困、それから相対的な貧困、低所得困難層3つのわけになったんです。で、低所得困難層はいや 70% と思っていいんじゃないでしょうか。そして日本で生活困窮者自立支援法っていうのははっきり言って引きこもりの方の問題でちょっと経済でいう問題とちょっと離れてしまって、その方がいかに仕事を見つけられるかの励まし会みたいになってるんですね。でそれはそれで非常に重要なんですけれども、大きな生活困窮だとか貧困はちょっとどっかに行ってしまったテーマなんです。で、今日は私たちに学ぶことができるんですっていうのは、一
一つは絶対的貧困で、後で最後の最後におっしゃるんですけれども、お子さんがこう食べる場所っていうのはこれ絶対的貧困が入り込むんですね。食べられませんので、いやそんな子はうちに来てないよとか言って、じゃあこの子ども食堂は何ですかって言ったら居場所だって言って、また貧困問題がどっか行ってしまってるんです。そしたら湯浅誠さんも、いやこれ貧困問題じゃないんです、地域の居場所の社会運動ですとおっしゃって、あなたそうじゃないでしょうって、あなた貧困問題から始まった方なのになんでそんなこと言うんですかって心で泣いてるのが私です。そんな変説しないでください。子どもの貧困にあなた進むべきでしょうって言うんです。大阪府か、市町村でも子ども食堂だとか子どもの貧困対策、すごい大掛かりな調査していただきまして、さあその調査をされた方、今日のキティ・スチュワート先生の話とすり合わせてどうなんですかというで、ちょっとぼやきがくどいんですけど、朝日新聞でさえ子どもの貧困は目の前のことから始めよう、それは子ども食堂だ、一体何がいいかってわからないんですけど、今日後からおっしゃいますけど、所得収入が私たちの社会で暮らす上で基本だって、もう今後から言われますけど、私はそこだと思ったんですね。格差社会だとか、全然賃金が伸びないだとか、簡単に仕事が止められてしまうとか、だから働くことと収入を得ることが将来あるいは今の生活を支える、コアとなる基本っていうのをちょっと今日本の貧困関係者は忘れつつあるんです。でもキティ・スチュワート先生に来ていただくと私が思ったんですけど、はい、ということでご質問っていうふうにおっしゃいましたので、皆さんからフロアからいかがでしょうか。今なんか確認されていた方がいいと思います。面白いですね。持続的貧困っていうのは、その国が決めた貧困のうち、一定の期間、3年間としますですね。それ以上続いたら、パシスタントポバティ、あなたは慢性的な貧困状態に陥りましたよ。こういう尺度って山本的には好きなんです。失礼なんですけど、現場ではもう貧困で全部貧困でなんとかなるさで、どうしようもなければ処遇困難ケースで生活保護ですかみたいな形で、あと受けてらっしゃる方に言ったら多少問題はあろうともやっぱり処遇困難で、こんな方がね、だから早く自立していただかないとねという発想なんですけど、スチュワート先生はもうきれいに理論化したら前段のこういうようなお話になるっていう感じですね。私は物事ははっきりさせてから福祉ソーシャルワークがしたらいいなと思いますので、さすがにロンドン大だなとか思ったんですけど、皆さんからなんか別に反論でもよろしいんですけど、いかがでしょうか。なんかよろしいですか。反応のないのは諸外国ではよくないんですけど、ノーアンダースタンディングになりますから、何でもどなたでも結構です。はい。先生、英語でいきますね。日本でいきます。押さないとダメですね。はい、OK。すみません。先ほどの、持続的貧困、パーシステントポバティの話なんですけど、僕が聞き間違いかもしれませんけど、さっきスチュワート先生がデータが集めにくいか、もしくは立証しにくいみたいなことをさらっと言ったような気がするんですけど、その辺ってどういう意味なのかという点と、そもそもパーシステントポバティっていう概念が多分日本はあんまりないんじゃないかなという気もするので、ちょっとそれのパーシステントポバティの定義ですね、そのディフィニションの部分と、それと先ほどデータが集めにくいみたいなことをおっしゃったというのを、その辺にちょっと伺いたいなというところです。
Yes, so the definition is you must be living in under the relative poverty line for 3 out of the last 4 years, and that has a higher requirement on data because we have very good data, a very good big national survey which tells us about poverty each year, but it doesn't trace the same families from one year to the next. 申しましたように、比較、相対的貧困に該当するのが過去4年を振り返のうち3年がそれに引っかかるとこの持続的貧困に該当します。でとても要件としては厳しいもので、国としてのデータもあるんですけども、厳密には同じ家庭世帯を追ってないのであまり正確ではない。So we do have a longitudinal data set that tracks the same families, so researchers do use that to gather. Can I add to your explanation? Sure. 今ちょっと驚くべきことをおっしゃって、確かに私も研究しててそうなんですけど、英国政府行政庁は各個人の所得をほぼ完璧に把握してまして、でおそらく日本も今後そうなるのかな、マイナンバーでと思うんですけど、それで誰が減って誰が増えたっていうのは相対的に国は毎年分かっています。そこで5年間相対的貧困の状態ある方が3年続いたということは完全に把握できますので、という概念が立証できますということです。No, that's okay. So I think when the government was very interested in this measure, they were publishing the figures from their own data sets, but our current government is no longer so interested in this measure, and so now it's much I couldn't find any recent data on it. 以前の政権ではこの手法を発表しようとした動きもあったんですけども、少なくとも現在の政権は、この数値にとても後ろ向きで最新のデータというのを私も持ち合わせていないのが現状です。But it's clearly a really important indicator because we know that being poor for several years at a time is much worse for children than just experiencing one bad year. しかしそのお子さんの複数年を追ったものなのでとても指標としては重要であることははっきり申し上げます。Okay, shall we move on and talk about why poverty matters on that note? 次の、なぜ貧困が重要なのかというスライドに移ってまいります。So clearly, first of all, there are obvious child's well-being concerns. So a child in a poor household might experience a life very differently from one in a household with many more resources. まず最初にやっぱり子どもの幸せに直接つながるからです。豊かな、リッチな家庭の子と貧しい家庭の子では明らかに送れる日々の質が変わってきます。And we know from research that talks to children directly that they experience this very much. And even though we know that parents often try and protect their children from the effects of a low income. The children are very aware of this. ですからね、家庭によってはその貧しい子どもたちと触れ合わないようにさせる家庭があるということも研究があります。And we know from that also that children try and protect their parents at the same time. So we know that, for example, they might not ask their parents for certain things that they need for school. They might not ask for a birthday party or to go swimming with their friends, things that otherwise they would want to do, but they know the money's not there. 逆に貧しい家庭の子どもたちが親に物をねだらないとかパーティーがあるところに行きたいということを言い出さないっていうような状況が生まれてもいます。And we also know from research that poverty not only affects day-to-day life, but it has a long-term effect on children's ability to thrive and on their development.
その日常レベルだけではなく、長期的な子どもの幸せというものに大きく影響するものです。So we've known for a long time in Britain that children from poor households do less well, so their health is less good, they achieve less well in school, they're less likely to go to university. We have very good data on this. 長期的な、貧困の影響を負った研究からは、やっぱり健康も質も下がりますし、成績も良くなく、大学に行く率も下がるということがはっきりと研究成果として出ております。But there have been ongoing debates about whether it's poverty itself that means that children have worse outcomes, or whether poverty is correlated with other things in the household, and it's the other things, for example, parents' level of education, that explain why children do less well. しかし、議論はいろいろ揉めておりまして、その本当に貧困だけが問題なのか、もしくは親の教育レベルが低いからなのか、そういった相関関係から来ているものなのかという議論は今もずっと続いております。So recently with colleagues I conducted a review of research studies which use techniques which really are able to get to the causal effects of income itself. 私の同僚が行った研究では、その所得がその貧困にもたらす影響に着目して行った研究がございます。So these are, for example, studies in which children are tracked over time and their families experience an increase in income for reasons that aren't to do with what the parents' decision making. So for example, the benefit system becomes more generous so the income goes up, or the national minimum wage changes so that the family's income goes up. ですから、所得が増えればその貧困がどう変わるのか、その両親の生活スタイルですとか、そういったことにどういう影響を及ぼすのかということを追った研究を行っております。And these studies tell us that low income isn't the only factor, the only important thing that's happening in those households. It does, where income increases in a low income family, we see improvements in children's outcome, in their health, such as low birth weight, and in their schooling outcomes, and in their wider social and emotional outcomes. 社会の給付金も含めた世帯としての収入が所得が増えれば、やっぱり子どものそういった成長に良い影響を及ぼすということがその研究からもはっきり出ておりまして、やはり低体重の子どもが減る、認知発達、行動感情の発達といったことにも良い影響を及ぼすことが分かっております。So even though other factors such as parents' level of education also matter, we know that poverty itself is part of the reason that children from poor households do less well. 親の教育レベルというのも大事です。Now, why is this? Well, the first reason, the literature really gives us two big types of reason why money matters. どうしてお金が大事なのかということなんですけども、大きく2つ、ポイントがございます。And the first one is sort of very obvious. It's almost hardly worth saying, but it does need to be said in some debate, such as in the debate we're having back home. And that's called, we call it the investment model. The idea that if families have more income, they can spend that on things which help their children. 1つ目がとても明らかなポイントなんですけども、やはり投資ですね。世帯としての収入が所得が増えれば、やはりいろんなものに使うことができるということです。So for example, on a healthy diet, on better housing, on books and educational toys, extra tuition, trips out to museums and so on. やはり明らかなことは、所得が増えると食事も健康な食事が取れるようになり、住宅の質も上がり、美術館に行くなど文化的な活動も行うことができ、音楽、スポーツなど習い事もできる、本を買うこともできるといったことに直接つなげられるものです。And the studies in our review really support the idea that this happens, so that if families receive more money, they do prioritize spending on children's items. They spend more on fruit and vegetables, more on books and toys. 研究からもやはり所得が増えるとそういったことにお金を回せるようになるということは、研究からもはっきりとデータで示されております。
So some of our politicians will say things like, oh, if you give money to these low-income parents, they will spend it on alcohol, they'll spend it on cigarettes, so it's not good use of the money. But the evidence doesn't support that. 政治家の中にはお金をあげてもどうせ親がお酒やタバコに使うだけだろうといった批判的な意見を述べる人たちもいますけれども、しっかりした研究からはそうではないということがはっきりと示されております。The second type of reason is maybe a bit less immediately obvious, but turns out to be perhaps even more important as a mechanism for explaining why money matters. 2点目はちょっと明らかさとではちょっと劣るかもしれませんけれども、この議論を進める上でとても重要なポイントです。And the idea here is that poverty matters because it's very stressful for parents to live on a low income. 所得が少ないと親のストレスというものが明らかに高まってしまいます。If one is worrying about something, I'm sure we all know when we're worried about something, for example at work, it's much harder to give one's child the attention that he or she needs. 日々の仕事に不安定さを抱えていれば、子供に気を回すことというのがどうしても難しくなってしまいます。It's harder to listen to what they say about their day at school, it's harder to find time to help with homework, and it's harder to impose rules like bedtimes very calmly. 今日は一日どんな一日だったのかという子供に耳を傾けることも難しくなりますし、宿題を手伝うこと、あと就寝前にゆっくりベッドで話を聞くといった時間を持つことすらも難しくなってしまいます。So again, our studies support the idea that in households living in poverty, parents suffer much more from anxiety and from stress, and that this in itself affects the emotional environment in the household. 研究からもその貧困、所得が低いと不安というものが高まってしまい、大きなストレスを抱え、それが世帯全体の感情的な不安定さにつながるということが研究からもはっきりしております。There's very strong evidence that poverty has a causal effect, causes higher rates of maternal depression. And we know that this is having a mother who has depression is one of the worst indicators for children's outcomes. そうした因果関係は数多く指摘されてまして、やはり妊婦のお母さんがそういううつ状態になっていると子どもの成長ぶりにも悪影響を与えるというデータは数多く上がっております。And there's also some evidence on the impact of poverty on conflict between parents. 両親の不仲にも影響することも分かっております。So sometimes I talk to audiences who say, surely income isn't really what matters. What matters is love and affection for one's children. And it's certainly true that love and affection is the most important thing, but there's not a trade-off between income and love, and income makes it much easier to show that affection and love for one's child. If one doesn't have enough income, if one's worried about poverty, then it doesn't change your love for your child, but it changes the attention that you're able to give to them. やはり所得に不安があると、その子供に温かく接せれない、愛をしっかりと示してあげれないといったことが分かってきております。Okay, so that, again, I don't know if people that's the end of that section about why money matters. I don't know if people have questions or if we want to. このパートに関して何かご質問ございますでしょうか。ここまで前半になります。で、ちょっと休憩取る前に、もう一度理解した中で確認ですね。こういう理解でよかったんでしょうかとか。ちょっと日本はそういう考え方しませんねとか、そのあたりご質問あるいはそれを使いましょうか。押したままでみたいです。ですね。
すみません、私あんまりちょっと理解がちょっとわからなかったんですけど、ちょっと質問なんですけど、今コンサーバティブさパーティーとレーバーパーティーってあるじゃないですか。そのパーティーによって政権変わった場合のやっぱり違いっていうのは結構大きいものがあるんですか？レーバーパーティーの方がやっぱり労働者側なんで、そういうのはあるのかっていうのをちょっとお伺いしたいんですけど。それ今からのまあいいよです。今からしっかりお話全然違う。There'll be lots on that. There is a difference. Will you say that in the latter part she preempted the question, the big difference between Yeah. So we'll じゃあ talk. 後 That's the 半 next で、は one. い、他にちょっとこう大事なことで「おやー」とかそれってそれでいいんですかとかなんかございませんでした？かなりインカム中心にお考えで、人はインカムから生活変わったり人間関係が良かったり悪かったりするとまで言い切られたんですけど、私もそうです。まずお金なかったら喧嘩するでしょう。それが親子だとおっしゃいました。親子の愛情にも関係してくるとおっしゃった。やっぱりギスするっていう言葉がストレスっていう言葉をおっしゃいましたので、私はちょっとそういうのが分かるまあそういう環境の人間ですので、なの今日金なかったら今から家帰るのどうすんねんみたいな感じでニコニコしてられるかとそこまで私は思います。やっぱお金は笑顔になるか暗い顔になるかで、先生は同じ立場なんですけど、皆さんはこうちょっと違う考え方いらっしゃいますよね。人生金だけじゃないよみたいな。もうこのフロー全部一緒でよろしいですかね。で財布が温まってたらものすごく嬉しくて、今日明日お金なかったらどうしようかってなったら人にきつく語りますもんね。それをキティ・スチュワート先生は、いやファミリーもそうなんだって、それがこう循環するとおっしゃった。そうするとまた後ほど皆さん議論してみましょうね。子ども食堂とかっていうのはどこまで効果あるのかなみたいな。月1、2でしょ。それってこうやったような機運が今できてるのがちょっと私危惧するので、やっぱり収入って言ったら安倍さんどうしてくださるんですかみたいな問題になりますので、ちょっとご質問ありましたけど政権によって違うんです。じゃあもうよろしいですかね。すいません、私もつい出しゃばってますので、ちょっとじゃあ休憩取らせていただいて、5分後ぐらいにお戻りいただいて。はい、さあ、なんかちょうど水先案内じゃないんですけど、先ほどのご質問、政権によってそれは違うんでは、いや、今からそこに入ります。まずちょっと触れるのが、サッチャーさんは、貧困なんて自己責任。そうじゃない、社会問題で、社会投資としてこれ乗り越えないと、米国が大変なことになりますねって言い出したのがブレアさん。でまたもう労働党はいいわとか言って一切福祉はせずに財政再建のみって言ったのが今の政権です。ですのでちょっとこう米国はメリハリがありますので、ちょっとそういう形でお聞きいただければ。はい、それじゃあミドルになりますかね。真ん中始めさせていただきます。Thank you. So now I'm going to talk about 3 different eras in policy on child poverty, starting by taking us back to the Conservative administration under Margaret Thatcher from 1979 to過去40年が3つのフェーズに分けられると申しましたが、最初に保守党政権サッチャー時代について見てみたいと思います。So this figure shows you changes in child poverty going right back to the 1960s, and I've drawn the line ending in 1997, which is when Tony Blair's Labour government took office. サッチャー政権と言いましたけど、そのちょっと前、60年代から次のトニー・ブレアに代わる97年までを一つのフェーズとして捉えております。
So you can see that in the 60s and the 70s, child poverty rates fluctuated, but they stayed around 12 to 15%. で60年代、70年代っていうのはもちろん貧困は存在したんですけども、15% 前後でこう推移しておりました。So at that point we were around the European average, perhaps a little below the European average. ヨーロッパの平均よりもちょっと下回るレベルでとどまっておりました。Then in the 1980s we see this big increase in poverty. それがサッチャー政権になりまして、80年代に急激に貧困率が急増します。So there are many factors behind this increase, but I just want to highlight three in particular. 要因には多くの要因があるんですけども、ここでは3つをご紹介したいと思います。The first is something that affected not just the UK, but many industrialized countries, which is the changes to technological change, bias towards people with skills, alongside globalization of trade. 一つ目は英国だけじゃなく全ての産業国に言えると思うんですけども、技術への偏重ですね、スキルを持った人材を重宝するといった流れが挙げられます。So that led to a big increase in wage inequality because there were higher wages for those in higher skilled jobs and those with lower skilled jobs were left behind. すなわちスキルが高い人ほど賃金が高くなり、スキルがない人は賃金が下がるといったそういった格差が広がるようになってまいりました。So that wasn't Margaret Thatcher's responsibility, but she did introduce policies which exacerbated, made this trend much worse in the UK than in other comparative countries. サッチャー政権が行ったことというのははっきりした区別化というのをより他の諸国よりもはっきりと出る形で政権運営が行われました。One of these was much tighter restrictions on trade union power, which made it much harder for trade unions in Britain than elsewhere in Europe to protect the wages of lower skilled workers. Unions. So there were policies which weakened their power, made it harder for them to call strikes, for example. で労働組合の在り方にも影響しまして、そのスキルが低い人たちがやっぱりストライキなどを行うムーブメントが起こるようになりました。And on top of that, very important were cuts that Thatcher made both to taxes and to benefits, to cash transfers. So those on higher incomes benefited from tax cuts, and those on lower incomes were hit by benefit reductions. 給付なども一概に下げられまして、低所得世帯に直接的なダメージを与えるようになりました。So this next figure shows you the changes in average income growth across for 5 groups. From the poorest fifth of the population on the left to the richest fifth on the right. こちらの表は、所得に応じた年間の所得伸び率を示しているんですけども、一番左が一番貧しい層、右が富裕層です。年間の所得の伸び率が富裕層ほど伸びているということが歴然としていると思います。So on average, in the middle, annual incomes grew by 2% a year during that decade, which is much higher actually than we've had in recent years. But it grew, the richer you were to start with at the beginning of the decade, the more your incomes grew. この真ん中のグループで、当時伸び率が 2% でした。これは昨今と比べるととても高い伸び率になります。So even though incomes were growing a little bit for the poorest, because we have a relative measure, they were falling ever behind the middle income, and that's why we see poverty rise. もちろん貧困層も伸びてはいるんですけども、相対的貧困で見ると、中央値から断然遅れた伸び率、少ない伸び率にとどまっておりました。
So we then see a Labour landslide victory. So the Labour government in 1997 was elected with the largest majority ever, returning to power after 18 years in opposition. 1997年に労働党が政権を勝ち得ました。Tony Blair became Prime Minister, the youngest of the 20th century, 43 years old. 43歳、史上一番最も若い首相、トニー・ブレアが誕生いたしました。And there was a lot of hope and expectation in the country at the time, as I think this picture shows. He talked about a new dawn, a new start for Britain. この写真からも分かりますように、当時国全体にとても期待感が高まって明るいムードというのがはびこっておりました。But he'd actually been very vague about what he would do in office, so no one quite knew if it was going to be a radical government or not. でも最初はまだ何をしてくれる政権なのかがはっきり分かっていませんでしたので、ちょっと見えないところもあったのが本当のところです。In fact, he launched a program of investment in social policy, and in particular, he took child poverty very seriously. しかし初日にスピーチで真剣に子どもの貧困に取り組むということを明言されました。This speech that he made in 1999 was quite a surprise. Apparently, it was a surprise even to his own advisors who were sitting in the room. He announced suddenly, "We're going to end child poverty." 99年に行ったこちらの首相のスピーチは本当は彼のアドバイザーをも驚かすような内容で、はっきりと子どもの貧困を終わらすんだと、一般の人々の前で明言されました。And as you can see, he said it will take 20 years, but we can do it. So we're now 20 years from this speech, so it's quite a good moment to look back and see how he did. その取り組みは20年かかるでしょうけども、必ず私たちにはできるというふうにはっきりおっしゃいました。でそれからちょうど20年が経った今ですから、彼が言ったことを振り返るにはとてもいいタイミングだと思います。Now, of course, politicians do often make pledges like this, but this one was a bit different because he went back to the office and he set his civil servants to start to agree on very specific measures of poverty and targets to hold government to account over the 20 years. 政治家というのはこういった制約をもちろん皆さんいろいろ言いますけども、はっきりと貧困について触れたのは彼がとても初めての新しいことでした。So he used the 4 definitions that I showed you earlier, and he set targets which actually got embedded in law as part of the Child Poverty Act. はっきりと4つの定義を設けまして、その子どもの救済法なども、にも言及しました。So each year government had to report on how far they had gone to reduce child poverty and to explain what their strategy was. 毎年政権はレポートを発表しまして、どういった変化が起きているのかというのを、発表を公表しておりました。And when we look at the data, we can see that child poverty did fall substantially in the decade, the 10 years from 1999. So this shows us it shows us from the 60s all the way to 2009-10, which was Labour's last year in office. こちらの表をご覧になっても分かりますように、97年の政権、労働党政権になってから子どもの貧困率は急激に低下しております。You can see that in those final years, it starts to rise again before falling. So we think that this might be something to do with the fact that this was the time at which the UK went to war in Iraq. この労働党政権が終わる2010年まで低下が続いているんですけれども、ここでイラク戦争が始まる。So it's in 2003, and so they distract the government from domestic policy. で2003年のところで落ちてて、そこからちょっとまた上がってるんですけど、そこはイラク戦争が始まった影響で、ちょっと政権がごった返した影響と考えられています。It's an example of how foreign policy
it sometimes distracts the government from domestic policy. 外交がそういった国内の政策に影響を与えたということです。But let's think about the successful years. What happened to explain child poverty in this period? What policies did Labour introduce? この10年でどうしてここまで子どもの貧困率が落ちたのかというその理由について見ていきたいと思います。I want to highlight three main factors. 3つの要因を挙げておきます。The first is that we saw an increase in the number of parents working, and particularly lone parents. 1つ目は働く親が増えたということです。特に働く一人親が増えたことが大きく影響しております。Lone parents make up nearly 1 in 4 families with children in the UK. So how they are doing is quite important in driving child poverty. イギリスでは一人親世帯は4世帯に1世帯の割合ですから、彼らの状況っていうのはとても全体のデータに大きく影響してあります。So the increase in employment in part reflects the fact that the economy was growing. もちろんこの時期に経済が成長したというのもあります。But it also reflects Labour policy. One of those was to invest heavily in childcare, particularly for lone parents. でまた、チャイルドケア、保育への投資も大きくお金が回りまして、そういった政策が数多く取られました。As well as policies encouraging lone parents into work, such as having personal advisors to support lone parents to look for work. 特に一人親世帯へのサポートが手厚く行われ、一人親にパーソナル個別のアドバイザーをつけるなどといった取り組みも行われました。And there were also a series of policies under the heading making work pay, meaning trying to make sure that it was always financially preferable to work than to be living out of work on benefits. 政策としてメイクワークペイといった政策が取られまして、これは生活保護などに頼るのではなく、やはり働くことでやはり、給付に頼るよりも明らかに収入が伸びるといったことがはっきり実現されるようにな政策が行われました。That included, for example, the introduction of a national minimum wage for the first time in 1999. We had not had a minimum wage before that. その一環として97年に取り入れられたのが最低賃金ですという考え方です。And also the introduction of tax credits, which I'll say a bit more about on the next slide. 次に税控除も取り入れられました。So overall, you can see that over that decade, from 97 to 2007, the percentage of children living in households where nobody worked fell. It didn't actually fall dramatically, but it fell a bit from 19% to 16%. そういった政策の影響で97年から2007年の10年間で、家族の誰も働いていない世帯の子どもというのが劇的に下がったわけではないんですけども 19% から 16% と低下しております。And much of that reflects a big success in getting lone parents into work. So the percentage of lone parents working rose from 44% to 57%. また仕事を持つ一人親の割合も 44% から 57% まで伸びました。The second factor, though, probably explains more of the reason why child poverty fell, and that's increases in income for households both in and out of work through what Labour called the child tax credit system. この2点、次にも、ご説明します。2点目がその貧困率が下がったのに大きく影響していると思うんですけども、仕事が不安定な、ついたりつかなかったりする人たちに対する税控除のシステムが取り入れられたことがあります。This is a system of cash support that went to families with children right up the income distribution. So at its peak, around 90% of families, 9 in 10 families, were eligible to receive something from the child tax credit. 税控除として現金で給付されるシステムでして、
次にプログレッシブ・ユニバーサリズムというのは斬新的普遍主義という政策が取られまして、貧しい人たちだけではなく全員に多くの人が対象となりました。 90% の割合で税控除の対象となりました。The amount that high-income families received was fairly small, whereas the amount received by lower-income families was much bigger. Hence the term progressive universalism. 富裕層への税控除は少額なんですけども、貧困層に対する税控除は金額が高くなるといった政策です。So the idea of progressive universalism is everybody gets something, but people who have more needs receive more. この前進的普遍主義というのは全員が対象になるんですけども、貧困層がよりメリットを受けられるといった考え方です。And the idea was also to tie together support for families in work and out of work, and to increase the incentives to work, because the amount you receive, so you would receive it when you were out of work, and as you moved into a job, you would actually receive a bit more initially, and then gradually it would be withdrawn. こういった施策によって働くことへのインセンティブが働くようになりました。今までは再就職するとすぐに給付が切られてたんですけども、再就職してもしばらくはもらえていて、だんだんとそれがなくなるといったシステムになったので、働くモチベーションは持ち続けられるといったようになりました。Because so many people qualified to receive it, there was little stigma attached. You had to fill in a form, but so I remember when my children were young, I was filling in this form with other colleagues at work. So a young university lecturer would have been eligible to receive some support. So filling this form in was something everybody was doing. It wasn't something stigmatized only for very low-income children. この普遍主義ということで、多くの人が大半の人が対象となりますので、そういった申込書に記入するということがその偏見で今まで見られてたんです。貧しい人しかやらないっていうふうに偏見で見られてたのがそうではなくなったということが大きな変化です。So take-up was very high, around 85% of eligible families applied. 結果として 85% が申請を行いました。We also have a universal child benefit, which everybody gets, which is smaller, and that has take-up of 95%. So tax credit wasn't quite as high as that, but nonetheless it was high. もう一つ普遍的ユニバーサルチャイル子ども給付というのシステムもあったんですけど、そちらはもうちょっと給付金は少額なんですけども、申請率は 95% にまで至りました。And the increase in income and the reductions in poverty were particularly striking for lone parents working part-time. So for the first time, really, it became possible to work part-time as a lone parent, and not live in poverty because you were getting this additional support from the state. こういった政策は特にパートタイムで働く一人親世代にはとてもメリットの大きなものになりました。The main weakness of this system was huge administrative complexity. As I said, you have nearly 90%, maybe 80% of families filling in a form every year. このシステムのあえて言うなら弱みというのはやっぱり多くの人が申請するので事務手続きの煩雑さがどうしても出てしまうということです。And it also relied on last year's income. You would report your income for this year, and then for last year, and you would get the money now. So it was always a little bit behind. So if families' incomes changed, it wasn't very effective at responding quickly. 常に昨年度の所得に対して給付金が決まりますので、それがすぐに反映されるといったThat is a weakness because it's responding to last year's income. So I might be receiving, if my income suddenly drops, then I won't receive that money till next year. すみません、それが、弱みになるということで、去年の状況が今年にやっと反映されるので、今もしすぐに職を失ってしまったら、去年は儲かっていたのでもらえないということになって、
というのがこのシステムの弱みであります。And if my income suddenly increases, they might pay me too much, and then the next year they would say, you need to give us some of that money back now. その反対のことも言えまして、増えてもなんかもらえる額とが見合わないということになります。So eventually they had to introduce a policy that meant you could keep, if they paid you too much, you could keep it, because otherwise it caused a lot of hardship for families having to suddenly pay this money back. だからもらい、So if your income rose, then the following year when you reported your income, they would say, oh, we paid you too much last year. You need to give it back. But eventually they scrapped that and said, fine, we paid you too much, but you keep it. で今もらいすぎだって言われるような状況がもう発生するんですけども、そういったことを It's not such an important point. Maybe there's a say the former year and the present year. If she gets more, she has to return to. Initially, yes, because they would assume that your income this year was the same as last year. And if it turned out that your income was actually lower, they would say, oh, okay, we'll give you some more money because it was lower. If it turned out your income was actually higher, initially they said, oh, you owe us some money. Then they realized they can't do that, so they started to allow people to keep the money. Can I have some 1 minute to? Sure, yeah. タックスクレジットっていうのはこれは私がおすすめで昔ちょっとある政権交代で提案出たんですけど実現しませんでしたけど正確には給付付き税額控除で私が税の申告をしましてあなたは税を払うに値しませんよって言ったらじゃあ税金払わなくていいんですよね。いい税金払うレベルを下回ってたら給付を差し上げますってことになるんです。生活保護と全然違うタイプなんです。で問題は自分が所得の申告をしますのでどれぐらいかっていうのがこれ大変なんですけどもちょっとずつ増えてくると給付も減ってくるのでこれ大変な作業です。で今議論出ましたのは去年がたくさん収入があって今年がないのでズレ出てますよね。で今確認したんです。ズレが2つ考えられますね。たくさんもらえるというのと少なくて困るっていうのはお分かりになります？前年度と今年が違うために前年度がとっても少なくて今年が収入増えてても前年度計算ですから給付いただけるんです。で逆にその逆の場合が給付を減らすことになった場合で仮にちょっとたくさんいただいてますというのは返すんだそうです。言ったら税務当局という確認がありました。要するにちょっと前年度今年度のズレ調整でちょっと大変さがあるという話を今説明してくださいました。So I guess it illustrates the problems of getting the right amount to people if incomes are changing over time. だから所得に変動があると適切な額を給付するということの判断がとても難しくなります。You could ask people more often every month what their income is, but if you've got that nearly all the countries in the family filling in that form, that would be a very complex administration. 正しい額をはじき出すにはやはり毎月その世帯の所得を追うべきなんですけども、やはりほとんどの大半の人が対象となりますので、それはなかなか現実的ではない。So now to show you how much this changed the shape of the way that we provide cash benefits, you can see on this figure, firstly the line shows you the change as a percentage of GDP. On the right axis, you can see that we went up from spending about 1.5% of GDP to over 2.5%. その現金給付のシステムによりどういった効果が出たかというのがこのグラフが示すところなんですけども、この線が GDP の割合ですね。GDP における割合を示しております。
And in terms of how we were spending that money, you can see the big increase in those white stripy bars in the middle, which go on in-work benefits targeted to low-income families. So that's like the child. 一番伸びているのはこの真ん中の伸び率が大きいところで低所得者のへの給付額です。So if you compare what was happening at the beginning of that period to the end, you can see that at the beginning we were providing much less money, and more than half of it was through universal benefits, universal child benefit that provides a small amount of money to every child in the country. By the end, we're still spending that money on child benefits, but we're spending much more on targeted benefits, particularly targeted to low-income families who are working in low-paid work. こういったシステムによりまして、その本当に必要ニーズがある、仕事が不安定な一人親家庭にお金が回るようになったと言えます。Yes, of course. ちょっと皆さんね、これすっごく重要なデータでよくありますね。福祉に予算使ったら国潰れちゃうじゃないかということで、GDP におけるこのタックスクレジットだとか貧困対策はやっぱり GDP に占める比率がすごく高まってるんです。で、後ほど出ると思いますけど、保守党の方とか日本の自民党政権はこれ大嫌いなんです。そんなことしたら日本経済壊すじゃないか。でもやっぱりデータは支出してますから、予算組んでますから、上がってるのは確認なんですけど、ちょっと余談で皆さんすいません、私の脱線で。スウェーデンは構わない。社会のため、投資ですから帰ってくる。英国の保守と日本の保守は使いっぱなしだという、ここの違い。それからものすごく重要なことをおっしゃいました。この給付付き税額控除がうわっと広がって、で児童手当という皆さんがもらえるのがうえっと減ったっていうのがプログレッシブユニバーサリズム。誰かでって生活保護だとかなんとかって言ったらちょっとこう抵抗ありますけど、この税で納めて、この方はもらえる、この方はもらえない、ある時は税だ納めてください、いや税じゃなくて給付だっていうのがここでうわっと伸びたんですね。だからものすごく貧困には使い勝手いいっていう。ただまあちゃんと GDP 比率も出していただきましたので、これがもし日本で実現するとなったら与野党でうわーとか言うでしょうね。いい悪いとかで、皆さんも今日またこうお考えいただきたいな。もう一回ことを言うなんですが、財政というのは投資型ですから、スウェーデン北欧はへっちゃらなんです。それよりも他に問題出ますよね。犯罪だとかなんとか医療だとか、それはスウェーデン発想で、アメリカ、英国の一部、日本はこんなの使い捨てでよくないという、ここが財政思想で一番面白いところなんです。たださらっとおっしゃいました。So yeah, I do some extra. Thank you. Okay, let's move on to, so the third thing I wanted to highlight was simply that Labour increased the value of benefits for younger children. So until the Labour government, benefits have been more generous for children from age 11 plus than for children under 11, on the grounds that it costs more to those older children may be more expensive. 3点目に、強調しておきたいのは、幼い子どもへの支援が急速に広がったということです。これまで労働政権までは11歳以上の子どもさんへの支援というのがあったんですけども、労働党でそのよりもっと若い幼い子どもたちへの支援も広がりました。So although the fact that poverty fell under Labour is reasonably well known, what I didn't know until I did this figure was that all of that reduction in poverty is concentrated on families with younger children under 10. 労働党政権のこの子ども貧困対策で一番強調しておきたいのは、その10歳以下の子どもを対象とした支援を手厚くしたといったことです。And in fact, it even rose a little bit for families whose youngest child is older, above 11, with teenagers.
ですから、10歳以上の子どもさんがいる世帯の貧困度はちょっとあまりそこまでメリットが受けられなかったとも言えます。So this partly reflects the impact of childcare in ensuring that more parents, and particularly lone parents, were able to work with younger children. ですから、幼い子どもがいる世帯のチャイルドケアを手厚くし、一人親世帯が仕事ができるようにしたということが大きな対策です。But it partly reflects the very direct impact of simply raising the generosity of the benefit level. そうしたことが本当に給付レベルに直接影響を及ぼしました。Finally, on labour, I have focused on income poverty, and I think that as you've seen, the Labour government had a strong impact on income poverty, but I wanted to make sure it was clear that they were also investing in a lot of other services as well for children. It's not just about income. 労働党政権が行ったことで最後に、取り上げておきたいのは、多くの所得の貧困に関する政策も取ったんですけど、その他にさまざまな投資も行っております。The quote here in blue is from Gordon Brown, who was in charge of the Treasury, in charge of the finances under Tony Blair, and later himself became Prime Minister. 下にある言葉がゴードン・ブラウン首相ですね。当時はトニー・ブレアの、金融財務大臣でしたを務めておられた方の言葉です。And he is often credited with being the person who really pushed for these policies of investment in children. 子どもへの投資を手厚くするという政策にとても賛同していた方です。So there were significant increases in spending on education, on health, investment in childcare and early years, and then actual start. I'll say a bit more about actual start. 教育や医療、そういったことにお金を回すことがいかに重要かということを申し上げております。And it's worth saying a bit about Sure Start Children's Centres in particular, because that was a new idea which proved very popular, of providing a centre dedicated for children aged 0 to 4 and their parents and carers. 具体的な対策の一つとして97年以降に取り入れられましたのがこのシュアスタートチルドレンズセンターの設置ですね。4歳以下の子どもさんを対象としたチャイルドセンターの設置が進められました。They were concentrated in disadvantaged areas to begin with, but they were centres that everybody, again to avoid stigma, everybody in the area was welcome to attend the services. そうした貧しい子たちだけを集めるのではなく、誰もが来れるセンターとして、そして偏見がはびこらないように努められました。And they provided activities for young children, play, singing, painting, also places where parents could meet other parents. そしてセンターで子どもたちが遊ぶアクティビティなどをさまざま開催しまして、子どもたちだけじゃなく親同士が集える機会というのも提供しました。And at the same time they provided advice and support with health and nutrition and parenting. また医療や、栄養の観点からのアドバイスも提供されました。So the idea was that you welcome all families through the door, and if all families are attending the centre, it becomes easier to identify families that might be in need of a bit of extra support and help. ですからこのチャイルドシュアスタートチルドレンセンターのメインの目的というのは、すべての家族を受け入れて、いろんな要望に応えるということをモットーとしたことになります。So overall, I think the strategy very much reflected what Gordon Brown says here, is that you need more money, as I very strongly believe. You also need to improve public services in order to tackle children's disadvantage. ここでゴードン・ブラウンがおっしゃっているように、お金はもちろん大事ですけども、そうした公的支援も手厚く提供しないと事態は変わらないと私もそう思っています。So, was this the point where we have another break? はい、ここまでが前の労働党政権のお話で、一番最後だったんですけど、ブラウン財務大臣という方、後に首相になりますけど、こ
この方の社会プログラムがまあイギリスではお手本でしょうね。素晴らしい制度だと思います。さあ、それでここまでですけど、ブレア、ゴードン・ブラウン政権で何かご質問ありますでしょうか。特に最後の手話スタートっていうのは面白いですね。乳幼児さんをお母様と集めてみんなで遊びましょうというところに医療系のスタッフさんなどが育児の相談乗られたり、お母さんの交流が始まったり、何よりもお子さんが遊んだりすることで、これが発達の場として社会化されるんですね。非常に評価高いんですけど、何かここまでで質問で、あとまたショートブレイク入りまして、順調にいきますと、これ時間内かなりうまく収まりますし、皆さんとディスカッションできる感じになってきましたんですけど、ちょっとここでやっぱり意識的には聞いたばっかしの時の方がいいと思いますので、ちょっと古い話ですけど、ブレアさんが公約したのが20年後だけど、もう20年後来てしまいましたということで、この辺りで何かご質問ありますでしょうか。ありがとうございます。この時期の政策っていうのは、再分配からアクティベーションに向かっていったと思うんですね。で、スキルであるとか能力であるとか、手話スタートなんかも子どもの能力とか教育にシフトしていって、ブレアは有名な演説でエデュケーションって言ったかと思うんですけれども、そういった意味合いではそのインカムの所得保障からどんどん撤退していって、個人の問題にスライドされていく時期というふうに認識してるんですけど、いかがでしょうか。So focusing on from more kind of passive distribution towards yes. Yet up to a point. So I think they had this very dual strategy. So on the one hand, certainly they were emphasising the importance of education. And they had much more emphasis than previously on encouraging people into work, both through giving them support, through childcare, through making work pay, and later in the labour years getting a bit tougher on conditionality. 政策にはちょっと二重性がありまして、教育を奨励すると同時に仕事に復帰することも促進したという2つの方向性からアプローチがあったと思います、この時期は。But at the same time, though, they did also, and I'll show you figures later that illustrate this quite strongly. They did, particularly for families with, particularly for children. And for pensioners, they really invested in reducing poverty, even for families who were not working. 仕事がない世帯の子どもや、あと年金世代への給付というのに力を入れた時期でもあります。And they were a bit quiet about that because they didn't think that was politically popular to give money to families who weren't working. So we sometimes say that they did redistribution by stealth, so sort of secret redistribution. So they were quiet about it. They were worried it wasn't popular to give money to households without work. And so we sometimes use the phrase
redistribution by stealth, which is like redistribution secretly, don't tell anyone. And they would もちろん、仕事をしていない世帯にお金を配るというのは、よく思わない人たちもたくさんいますので、それをこう茶化してといいますか、ディストリビューション・バイ・ステルスという配ってることを誰にも言うなよみたいな言い方もされたそうです。So they talked a lot about the child tax credit system, helping families, low-income families in work, but they didn't talk. It was also really helping low-income families out of work, but they didn't talk quite so much about that. 子どもの給付で仕事をしている世帯、してない世帯にそれぞれで給付をしているんですけど、それぞれで言うなよみたいな感じで進められたということです。はい、他いかがでしょうか。ちょっと今の問題微妙ですね。どちらかと言ったらアメリカが強いんですけど、人間は働いてなんぼやってうまい大阪弁は言わないと思いますけども、アメリカの方はワークエシックという働くことを信じるんですね。英国はちょっとこう働くことはまあそれはいいじゃないかって。でもやっぱり英米の関係性ってありますけど、働かない人はとかなってどうやって働いてもらうかというと、働いても給付は削りませんから大丈夫なんですよみたいなところで、そしたら今ご質問ありましたように、働くっていうことと教育っていうことは直結してますし、シュアスタートっていうのもお子さんがこうすくすく成長されて、やっぱり働き手になってで納税者になられてっていうことなんですけど、そしたら今ちょっとキティ先生おっしゃったんですけど、再分配という関係はこれはどうなるんでしょうかね。働いてももらえるし、働かなくてももらえない、働いてなくてももらえるっていう、そしたらシークレットとおっしゃって、いや実はここは働いてる世帯と働いてない世帯は秘密のことにしてたんですみたいなことで、ちょっとそのあたり政治の話ですから、ちょっとこう面白いというか微妙ですね。やっぱりよく言うのが、働いたら損じゃないみたいな意見があるんですけど、いや働くっていうことはいいことだ。これはもう全く私の個人的意見なんで、ちょっとそこは差し引いてください。働く場所はどうなのかなとか、日本だったら非正規で不安定就労でってなりますよね。でしかもすごく厳しくて労働環境がで、そんな問題あったのかなかったのか、また最後で皆さんと一緒に議論したいなと思いますけど、今エデュケーション確かにグレアさんそう言ったんですけれども、キティ先生がおっしゃったのはゴードン・ブラウンですから、ひょっとしたら2人意見違ったのかもしれませんね。どっち好きですかって感じなんですけど、私はブラウンすっごい好きなんですけど、I'm a great fan of Mr. Gordon Brown. He's a socialist. Yes, yes. He had very bad luck when he was in office. ちょっとね、ブレアさんは軽い新自由主義でも構わないだからすっごい圧勝したんですけど、ブラウンさんはちょっと違うんですね。で今で言うとコービンさんっていうんですけど、ちょっとやっぱりこう社会主義派のちょっとこう骨のあるタイプ。そうすると、ブレグジットでこれ先走って申し訳ないんですけど、次の政党はという時にやっぱイギリスの方は「いやや」っていう人いるんですね。また社会主義が停滞するぞとか、また税上がる、それはまた後の議論だ。はい。ここまで労働党政権時代で貧困を本当に下げたんですけど、なんかご質問ご確認。後でまた皆さん聞いてみましょうね。シュアースタートって私はすごく関心があって、もうちょっと情報くださいということなんですけど、次現政権の話に行って、ちょっとなんか結構時間内収まりそうです。また皆さんと一緒に議論できる。よろしいでしょうか、質問は。どうぞ。おしながら。すいません、ケンローチの映画で「My Name is Joe」っていう映画があると思うんですけど、あの中に一人親の若いお母さんが出てきてたかと思うんです。でちょっと今のお話を聞きながら、
一人親のが特に一人親が、多く働くようになったっていうふうに言っていて、でこれなんか一人ずつそのアドバイザーがついたっていうくだりがあったんですけど、なんかその辺も映画でちょろっと描かれてたのかなと思うんですけど、すいませんね、映画の話になって申し訳ない。実際具体的にはああいう情景なんだろうなと思い描きながら想像しながらお話を聞かせてもらったんですけど、だけど映画、この時よりも後になるのかな、なんか結局すごく貧しくてフードバンクでむさぼり食うように非常に飢えてたというような。ダニエル・ブレイク。あ、そうか、マイネーム以上じゃなくてダニエル・ブレイク。それは何でしたっけ？さっきの話から反動が起こった最近なんです。そうか。だから全然違う。聞いてみましょう。一人親のね方の就労サポート。聞いてみましょう。実際にそのシングルマザーの就労支援みたいな現場でどういう状況やったのかっていうのを教えてほしい。She's very interested in the actual proceeding for supporting lone families, especially the female. What kind of services? So things have changed. So I, Daniel Blake, reflects the much more recent picture, not the support under the Labour government. So initially, it was much more. So you would have a personal advisor. Where I should let you translate. So yeah. 映画で描かれているのは本当直近の話で、労働党政権の時代にこういうアドバイザーがついたんですけど、最近はやっぱそういうことが行われていないので、やっぱりちょっと映画で描かれていることが食い違うがあります。So until 2008, it was still, you didn't have to work for benefits if your child was 16 years old or younger, if you were a lone parent. 2008年までは16歳以下の子どもさんがいる一人親世代というのは働かなくても給付がもらえました。So the system was of personal advisors was to provide support. So lone parents were encouraged to come and see an advisor who would talk to them about options for training, childcare, what they would like, what they saw themselves wanting to do, and would try and support them in order to try to get there. でその一人にアドバイザーがついたので、一人親世帯も喜んでいろんな相談をしまして、そのアドバイザーがどういったトレーニングを受けたらいいのかとか、どういったチャイルドケアを受けられるよっていった選択肢を示してくれる場と機会がありました。But it wasn't compulsory, and since then, it's gradually, the age at which you need to start to look for work has gradually come down, starting under Labour and then continuing, and now you must start to look for work when you have, your youngest child is 3 years old. 2008年以降はいろいろと政策が変わりまして、その幼い子供が3歳以下でないとその条件に合わないっていうふうにだいぶ制限がかかりました。So with that, the system has become maybe less, you still have some advice and support, but it's much less voluntary. You must do what they're telling you. You must apply for certain jobs, and you must show that you are looking for work. ですからまだアドバイザーが全くいなくなったわけではないんですけども、やっぱりその前に仕事に就かないとっていう企業の方が大きく働いているのが現状です。And that's what you see in the film. So she's just come to a new area, and I think she gets in trouble because she's late for her appointment, and so they tell her, we're going to withdraw your benefits because you're late. So that's reflecting a real change in the system to one that's much more punitive and less supportive, I think. ですから、映画で描かれていることは本当に一人親の女性が新しい地に引っ越してきて約束に遅れたから君は給付は受けられないって言われるみたいな昨今の事情が描かれているということです。ちょっと非常に面白い問題提起していただいて、パーソナルアドバイザー、これまた後でね先生にお聞きしたいんですけど、ソーシャルワーカーじゃないですよね。そしたらいいことと悪いことがあって、ソーシャルワーカーさんは法務上、職務上
厳しいです。つまりちょっと取り締まる。パーソナルアドバイザーさんとかユースワーカーさんってかつていたんですけど、友達感覚でインフォーマルだけど予算でなくなるんです、そういうポストが。で今もう今はありませんよ。でピューニティ、ものすごくすみませんね、ここに業者の方いらっしゃるのは私は分かるんですけど、映画でイギリスの業者の方はちょっと超懐的なんです。だからそれが遅刻したらもうあんたもう失格やとかいう心ない言葉。いや、それは現実かどうか分からないんですけど、私の友人から言うと、ソーシャルワーカーとそういう人たちは違うよとかおっしゃったんで、またスチュワート先生、それを聞いてみたいんです。この中にね、福祉現場とか行政でいらっしゃる方、僕は違いますよ、やる人いますから、まあそうなんですけど、ここはちょっとこうソーシャルワーカーがちょっと独特なんです。やっぱり法のことに対して忠実です。まあこれちょっとまた皆さんと一緒にディスカッションで、他いかがでしょうか。なければちょっとまたブレイク5分ですから4時です。でざっと現政権の話した後、皆さんとディスカッションになります。はい、よろしくお願いします。Okay, so we now switch to what my colleagues and I have called, in a book we wrote, social policy in a cold climate, a colder climate. 次に話を、時期を変えて、コールダークライメートの時期、ちょっといろいろと厳しい時代に入っていきます。The first aspect of this is familiar globally, which is the 2007 global financial crisis and the recession that followed. 皆さんよくご存知のように2007年に世界的金融危機が起こりまして、それに続いて景気も後退いたしました。So we'd got used in Britain to years of economic growth and now a very different environment, of course, for social policy. これまでの経済成長が見込めてた時代とは違って、その政策っていうのも違った考え方をする必要に迫られてきました。But we then also elected in 2010 a coalition government, Conservatives and Liberal Democrats, a centre-right government, who were committed to reducing the budget deficit very quickly. 2010年から連立政権が誕生いたしまして、彼らのやりたいことっていうのは、もう一番にやりたいことは赤字の削減になりました。And then in 2015, a Conservative majority government was elected. で、2015年からは保守党政権になっております。So I can show you David Cameron, the Prime Minister there on the right, and George Osborne, who became the Chancellor of the Exchequer. で、こちらの写真、右側がキャメロン首相、左側が、George Osborne. ジョージ・オズボーン氏です。And they came in saying the most urgent task facing this coalition is to tackle our record debts. で、彼らは言いました。私たちの記録的に積み重なった赤字を減らすことこそが私たちにやることだと。So they made a political decision that reducing the budget deficit quickly was the first priority rather than encouraging economic growth and paying it back further down the line. ですから彼らにとって何よりの一番の優先事項は赤字の削減でした。They did promise that fairness would be at the heart of their decision making, so that those in most in need would be most protected. 彼らの言い分というのは、こうした決断の核となるのは公正さだと。そう政策を行うことで一番のニーズを抱えている人たちがより守られるというのが彼らの言い分ではありました。But they took a second important decision, which made it more difficult for them to do that, to protect those most in need, by deciding that they would reduce the budget deficit 80% through spending cuts and 20% through tax increases, sort of arbitrary decision. で、そのためにですね、支出を 80% カットしまして、80% cut in spending, 80% cut in spending, 20% increases in taxes. And then, 税を 20% 押し上げるという政策が取られました。
So because richer people on the whole pay more in tax, and it's lower income people that benefit most from public services and spending, so that was already a decision which would lead to the burden falling more on lower income. なぜなら、その税を高めます、So yeah, maybe don't worry about that. Okay, I'll go on to this one. So from 2010, what we see first of all is protection for some benefits. So most benefits continued to rise in line with inflation, as they traditionally do, and at this time wages were falling. So our relative poverty measure was actually falling. 2010年以降、緊縮財政が取られることになるんですけども、ほとんどの、給付というのはインフレが起こるに合わせて給付額も上がるといったことは大半においてはそのままキープされました。で、一方で賃金は下がるということで、貧困率としては poverty rate is So median income wages were falling, but benefits continued to rise with inflation. So people were protected if they were on benefits. 中間所得というのは下がりつつも給付というのはそのまま上がっているので、貧困率としては下がるといった状況が生まれました。So one of my colleagues has called this a crucial non-decision because it wasn't an active decision. They didn't make a decision because it's just a default that it rises, but it made a real difference in protecting families. ですから私の同僚はこの状況をクルーシャルのディシジョンというふうに表現したんですけども、何一つ決定的なことをしていない決断だというふうに言っております。But there were cuts from 2010 onwards, firstly to a range of benefits, particularly for households with a baby. So they abolished a couple of benefits, universal benefits going specifically to households with a child under one. でその他の、給付に関してはさまざまな面でカットが削減がされるんですけども、特に2011年以降に生まれた子どもがいる家庭への給付額というのが大幅に削減されました。And they said that because those were universal going to all families, this was a way to share the burden. But it's interesting that it contrasts with benefits for pensioners, which were protected, some universal benefits such as free bus pass. そのユニバーサル子ども手当というのが一番のターゲットになったんですけども、これが、財政を逼迫しているからというのが彼らの言い分だったんですけども、その一方で年金者への給付というのはそれまでと同じままでキープされました。They also tightened eligibility for child tax credits. So that, as I told you, it went to under progressive universalism, nearly everybody qualified. They took it away from the middle and higher income families to make it much more targeted on the poorer families. でこの次に児童の税額控除を受けられる資格というのもより厳しくなりまして、先ほど労働政党時代には、ユニバーサリズムって全員が対象になるというポリシーだったのに、反面今回は対象が絞られるといった政策になりました。So that in itself didn't increase poverty because mostly it was non-poor families that lost those benefits. But I think it made it easier for them later on to make those benefits less generous because it affected fewer people. でこういったことが影響して、貧困率としては上がるでかざるを得ませんでした。But then from 2013 we see a real change and a much tougher cuts coming through to benefits. さらに2013年からさらにこの給付が受けるのが厳しくなりました。So firstly we changed to uprating benefits by 1% a year, not inflation. So they started to lag behind inflation in some years. でその給付額の上昇額というのは 1% に抑えられまして、インフレ率よりも下がるといった方策が取られました。There were reforms to support for housing benefits, making it less generous. 住宅手当というのもより厳しいものになりました。
and they introduced an annual cap on the total amount benefits of how a household could receive. So no longer could a household receive more than £26,000 a year. で1世帯が受けられる給付金にも上限が設けられることになりまして、これが年間26,000ポンド、約360万円ぐらいになりました。That sounds quite a lot of money, and they set it there because that's the average wage. But the families receiving that would only be receiving it really if they had very high housing costs. So they lived, for example, in London or a high housing cost area, and they were receiving a lot of support with those housing costs. この26,000ポンドって額じゃないかと思われるかもしれませんけども、これはあくまで平均値なので、家賃の高いロンドンと地方と平均した額なので、地方によっては影響が違うということをご認識ください。One effect of that is to make cities like London less affordable. In fact, I think one thing that's happening in I. Daniel Blake is that the single parent family has moved out of London away from her family support, partly because of these increases in housing costs and the less benefit that she has from that. ダニエル・ブレイクって映画でも描かれてましたように、彼女はロンドンの郊外に引っ越すんですけども、こういったその家賃の違いがあっていう背景からああいう状況が描かれております。So we thought that was a cold climate, but then things got worse when we got a Conservative government from May 2015. で、2015年5月からの保守党政権になってより状況は厳しくなります。And the most significant of their reforms for child poverty, firstly, a 4-year cash freeze on benefits to working age families, including children, so that you know that, so no longer rising at all, staying the same in cash terms, not inflation. 中でもとりわけ注目したいのが2015年から19年の4年間労働年齢にある人に対する給付というのがもう同額にで抑えられることになりました。And we've seen higher than expected inflation during this period, partly linked to Brexit and the depreciation, the lower value of our currency now. So that's affected families each month. The value of their money becomes less. ブレクジットの影響などでインフレが激しく起こっているんですけれども、給付額は変わらないという厳しい状況が生まれております。A second really important change has been the removal of tax credits, child tax credits, from third and subsequent children in the family. So if you were a third or fourth child born after April 2017, your family no longer receives any child tax credit support for you. 次に注目したいのがこの税額控除のカットで2017年4月以降に生まれた3人目以降の子どもに対しては給付が一切払われないという政策になりました。So this is a really significant shift. Most European countries offer more support, if anything, to larger families, and we now offer much less support, and that's really, as I'll show you, that's led to a big increase in poverty for larger families. ヨーロッパではその家族が大きくなればなるほどサポートをしようというのが常識だったんですけども、そのと逆行する政策が取られまして、それが貧困率を大きく押し上げることになりました。The benefit cap has been made less generous, so it's lowered from 26,000 to 23,000 and 20,000 outside London, so it's affecting more and more parts of the country. 先ほど言いました年間の受けられる給付額の上限というのもさらに厳しいものになりまして、ロンドンで23,000ポンド、約320万円ぐらいです。で、郊外で2万ポンド、約280万ぐらいです。The tax credit system finally is being replaced with something called universal credit, and I'm not going to say much more about that because it's not, so far it hasn't affected families with children very much. It's being introduced very slowly, but it does contain some interesting aspects which we can talk about in Q&A if people are interested. でこの時期に、税額控除のシステムに代わるものとしてユニバーサルクレジットというシステムが導入され始めています。でもこの例についてちょっと私の方からあまり詳しくは述べるつもりはなくて、と言いますのもすごいじわじわと導入が進んでおりますので、まだ結果など影響などがはっきり見えていないところがあるからです。
So now we can see what's happened to poverty rates as a result of all these changes. And you can maybe see there that in the first couple of years after 2010, poverty continues to fall because of the crucial non-decision, really. But then as the benefit cuts start to bite from 2013, you see child poverty starting to rise. こちらの表からも分かりますように、2010年の連立政権樹立後直後はちょっと下がっているんですけども、12年、13年からその税控除が厳しくなって、明らかに貧困率っていうのがアップしております。And on the next slide, you can see how this affects particular types of family. So first we have, in red, we can see families where no adult is working, compared to in blue families where at least one adult is in work. こちらは家族の形態別に見た貧困率なんですけども、左上が青い線が、家族の誰か一人が働いている世帯、赤は誰も働いていない世帯の貧困率です。And one interesting thing there is you can see, as I was saying before, that under the Labour government, it's actually families where no one is working that are really experiencing the big shift. So although they were getting people into work, what was less known, what was quite stealth, was actually the tax credit system provided more generous support for non-working families. 先ほど労働政権ではその一人親もどんどん働けという政策が取られたので、違う動きがしてましたけども、ここでは、仕事をしていない世帯がそのままほったらかされている状態なので、貧困率に、はっきりと現れております。But they're of course also the families that are being most affected by these benefit cuts now. もちろんそういった税控除のカットが一番ダイレクトに影響したのはそういった仕事をしていない世帯の人たちです。In the second figure you can see lone parents in green, again what benefited greatly under the Labour government and are also those who are seeing a sharp increase. 右上の表が、下が夫婦、両親が揃っている家で、緑が一人親の世帯の貧困率です。And finally you can see in the green at the bottom families which have 3 or more children compared to families with 2 children in blue and 1 child in orange. で一番下の表は3人以上の子供さんがいる家庭がグリーンの線で明らかに貧困率が高いです。1人2人の子供さんはそれに比べると低い貧困率で収まっています。I also wanted to highlight that the targets that I told you about that were set under the Child Poverty Act have been removed. The government has changed the law so that they no longer have to meet these targets. もう一つ強調しておきたいのはその子どもの貧困におけるターゲットをどこに設けるかということです。In 2015, up there, what we have up there is a press release which says the government will strengthen the child poverty measure. This is from 2015. But what they turned out to mean by strengthen is remove anything to do with income as being a poverty target and introduce instead worklessness and education attainment as the targets to aim for. この右上に2015年に出されたプレスリリースなんですけれども、そこでその子どもの貧困に対して何を対象とするかということが発表されたんですが、実際のところは、すごくターゲットが緩い、厳しいものになりまして、その代わりに取り入れられたのがワークレスネス、仕事をしていないこと、あとエデュケーショナルアテイメント、教育を受けているかどうかといった指標をより取り込むようになりました。So their argument was we shouldn't just focus on income, we should look at a wider set of measures, and we should make sure that we're raising children's aspirations, giving them a role model through having a parent who's working. で、だからちゃんと両親が働いた世帯で子どもが前向きに教育が受けられるようになるような、法政策が重視されるようになりました。But of course they've been criticised for moving attention away from something which is getting worse, income poverty, and something which they have a lot of control over, towards measures which perhaps throw the responsibility onto families and onto schools.
以前は所得の貧困にフォーカスを当てていろいろな政策を取られていたのに関し、今後は世帯レベルで物事を捉えるようになって、ちょっと見方がだいぶ変わってまいりました。And the Child Poverty Act, as well as the targets, it also included a requirement that the national government have a strategy for reducing child poverty, and that local governments also have a strategy, and that they cooperate with other organisations in order to reduce child poverty. So all of that has also been removed, which is a shame. There's now no longer a requirement to have a strategy to reduce poverty. その子どもの貧困の戦略での要件というのはどんどん厳しくなる一方で、さらに、国レベルだけではなく地方自治体にもそういった戦略というのが取り入れられまして、どんどん状況としては厳しいものになっていきました。We should also look finally just at the other measures, so the 3 different measures I mentioned to poverty. So I've been talking mainly about the measure in blue, the relative poverty line, but you can see here the red line is the absolute line against a fixed income poverty target, and the green shows us low income and material deprivation. They changed the indicators used for material deprivation, that's why there's a shift. この線で、ここまでで多く語ってきました相対的貧困は青い線です。で、赤い線が絶対的貧困で、緑が低所得、あと物質的欠乏の指標から見た貧困率の線です。So you can see with the red line, you can see actually the progress made against this fixed income line was much greater under Labour than under the relative line. But you also see there the little impact of the recession when the absolute poverty rises and the relative poverty carries on falling. ご覧のように、相対的貧困というのはこの2007年以降下がっております。But perhaps the really important point looking ahead is that under all three of these measures now poverty is rising. このどの指標を捉えましても今後多分貧困率というのは上がっていくという予測が立てられております。And in fact, we've been a bit surprised as researchers that the material deprivation indicator is not rising more quickly than that. We expected to see it rising faster. ちょっと研究者の中で意外なのはこの低所得と物質的欠乏の貧困率のアップ度っていうのが思ってたよりは急速ではないというのが現状だそうです。But other indicators also tell us about what this means for poverty. So I've got here measures from data from food banks. So the use of food banks are places that give out packages of food to families facing emergency situations. 次のこちらのグラフがフードバンクの数がいかに増えているかということを示したものです。So you can see this, it runs the wrong way for some reason, but you can see in 2008 to 2009 there were very, very few of these packages being given out. Food banks was not something that was really part of our system at all. 2008年から9年ぐらいにはこの右端なんですけども、全然社会に浸透しておらず、数としても本当に限られたものでした。Now it's really increased, so many of these parcels are given out, and it's almost become institutionalized. So every big supermarket in the UK now has a place near the door where you can put some food into the food bank. そこで10年以上経って現在は非常に数も急激に増えまして、もっと組織化されたところが運営していたりですとか、スーパーの一角にフードバンクが設けられたりというのが日常的な光景になっております。And many churches and voluntary organisations run a food bank operation where they will provide this food. 教会なんかが運営している動きっていうのも増えております。And I don't know if you can see, but so when people are asked about why they're using the food bank, many of them blame, many of them will just say low income, benefit delays, and benefit changes. They're highlighting as the reasons. なぜそのフードバンクを利用する人が増えているのかということに対しては、やはり税額控除のシステムがより厳しくなっていることが大事なことに影響しております。
So I started at the beginning by talking about the importance of relative measures of poverty and the importance of being able to participate in all aspects of society. But what we're seeing here is that some families are not even managing to meet their very basic needs and be able to feed their children. こういった評価からも分かりますように、やはり最低ラインの生活水準を満たせていない家族、世帯というのが明らかに増えております。Okay, so just to summarize everything I've been saying, so we had a decade from 1999 in which increases in parental employment and boosts to benefit income, especially through tax credits, led to reductions in poverty for households with children under 11. で最後にまとめたいんですけども、99年からの10年間でやはり両親親の雇用も増え、雇用率も高まって、給付所得も増えました。それが、歴然と貧困率の低下につながりました。But in the most recent decade, changes to benefits have negatively affected low-income households with children. しかし直近10年はこの給付システムの改革によりまして低所得世帯にすごいマイナスに働いております。And the biggest driver of the increases in recent poverty come from the freeze in benefits, not uprating them year to year, and from the 2-child limit in tax credits. 中でも影響しているのがその給付額が一定額に抑えられていることと、子ども2人までしか給付を受けられないといった政策が一番強く影響しております。And at the same time, the targets and duties on different levels of government to reduce child poverty have been dismantled. 政権が子どもの貧困対策に関して取り組む対象というのもどんどん狭められております。Relative income poverty has been rising from 2013, and more recently we're starting to see absolute measures and material deprivation measures rising. 2013年以降、その相対的貧困率というのは明らかに増えておりまして、絶対的またその物質的欠乏の貧困率も近年急激にまた増えているのが現状です。And with the use of food banks indicating an increase in more severe poverty. 先ほど申し上げましたように、フードバンクの利用者が急激に増えていることからも、非常に貧困が深刻な問題となっていることは明らかです。So I think this shows very clearly how policy makes a very immediate difference on child poverty levels. ですからここで強調しておきたいのは、政策がいかに重要なことであるかということです。大きな違いを生むかということを強調しておきたいと思います。And I think what we're seeing most recently is really worrying, given that we know that child poverty is damaging to children's development. It seems a very short-sighted government policy. 近年の政策を見てましても、それが子どもの健康、幸福度にいかにダメージを与えるかということが不安でならないというのが現状です。Thank you very much for listening to me for such a long time. ありがとうございます。ちょうど時間がうまく4時半なんですけども、ご予定あるかと思いますので、今日の国際セミナーここで一旦終わらせていただきまして、で先生はあとお残りいただけますかって言いましたが、西川先生もいますとおっしゃいましたので、ちょっと残れる方はあとそうですね30分ぐらいはちょっとわがまま言わせていただいて、でもう本論から外れても結構かと思います。イギリスはこんなのどうなんですかという形でもよろしいかと思いますので、ちょっと時間の都合がつく方はお残りいただきまして、本日の国際セミナーは、公式にはここで終わらせていただきます。それじゃあキティ・スチュワート先生と西川通訳の先生に拍手をお願いします。本当にどうもありがとうございました。最後になりますが、皆様にアンケートのご協力のお願いをいたします。回収は後ろの出口のところでさせていただきますので、よろしくお願いします。また当センターではさまざまな研修を予定しております。皆様のご参加をぜひお待ちしております。それではこれをもちましてひとまず
国際セミナーの方を閉会いたします。本日はご来場いただきましてどうもありがとうございました。先生方どうもありがとうございました。